はい、どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。本日はですね、スカッフさんから最近新発売された、こちらのスカッフインパクトのコントローラーと、スカッフインフィニティ 4PS Pro という新しいコントローラーの紹介レビューをやっていきたいと思います。最初にこちらのスカッフインフィニティ 4PS Pro なんですけども、以前までのスカッフインフィニティ 4PS との変更点としては、このパドルの中のマイクロスイッチがちょっとクリック感が強いもの、そして耐久性が強いものになっています。でパドル自体もこういう風に上げて押すだけでワンタッチで外れるようになってますので、これらの機能が新しい機能です。以前のは、確かここにネジが2つずつあるんですね。なので、4PS Pro はこれだけです。あとは、こちらの今回のメラーマーのスカッフインパクトなんですけれども、見ての通り、以前のスカッフと違って、形が全く違っています。なので、この殻が、スカッフさんが独自に開発したもので、どちらかというと Xbox One の、コントローラーの形に近いものになってます。で、裏のこの、背面のこの広さがもうワイドになっているので、その分、パドルが2個追加されてます。で、このパドルのクリック感もなんですけども、こうやって聞いていただくとわかるように、インフィニティ 4PS Pro よりインパクトの方が強めで、なんかレスポンスもいいですね。なのでかなりこれはおすすめなんじゃないかなと思います。で、後の機能はほぼ同じなんですけど、こちらのトリガーストップですね。こちらの純正のコントローラーなんですけども、R2、L2 のボタンはこういう風に長めのストロークになってます。で、トリガーストップついてると短くなっているので連打がしやすい、そういう仕様になってます。で、あとはこちらのスティックですね。スティックの部分はこういう専用工具でこうリングにはめて回すだけで外すことができます。で、スティックも、何種類か用意されてまして、基本形状はこういう純正スティックに近いこういうへこんだやつと、このちょっと表面が丸いやつ。で、これの短いやつと、こういう風に長いやつと2種類ずつ用意されてます。で、あとね、スカーフインパクトだけちょっと、こちらのコントロールフリークって多分 FPS やってる方とか結構知ってると思うんですけど、これ純正のスティックなんですけど、こうやってつくものですね。つけて長くして、グリップも良くするっていう、そういう商品なんですけど、実はこのスカッフインパクトの方には、この純正のコントローラーのスティックも、こうやってつくようになってます。で、つけて、こちらのリングを同じようにはめて、回すだけ。で、しかも、この、ね、リングに干渉しないようにきちんと再設計されてます。で、こちらに、こういうフリークをつけても大丈夫。全く干渉しないように設計されてますね。これ純正スティックをこっちの今までのスカーフとか 4PS Pro に、つけようとすると、ここの部分に思いっきり干渉して使えません。なので、もし純正スティックにこだわりたい方とかいたら、もうインパクト、スカーフインパクト一択だと思います。あとは、パドルの設定なんですけども、以前と同じで、こういう磁石を使って、ここに貼った状態で設定したパドルを押しながら、フェイスボタン、この4つのボタンのどれかを一緒に押すと。押した後に離して、この磁石も外す。それだけで、設定ができます。すごく簡単です。これは両方とも同じです。でこちらのスカーフインパクトなんですけど、2週間ぐらい使った感想なんですが、正直これすごいいいです。2、3日で慣れちゃいました。自分はこのスカーフインパクトの設定なんですけど、海外の Call of Duty のプロプレイヤーの方で、クリーム6さんですかね。っていう方が動画を上げていて、それを参考にした設定にしてます。右の方は自分デスティニーをやっているんで、デスティニーの設定になるんですけども、左の中の方の、パドルは大きいやつで、右の中のパドルは小さいやつを使ってます。で、×ボタンと丸ボタンを、設定します。なので、こうやってジャンプしながら打ったりもできます。で、R1、L1 打ちですね。で、使っています。で、これ本当に2、3日で慣れましたね。以前のね、これスカーフなんですけど、自分持ってたんですけど、買ってそのままほぼ使ってなかったんですね。なぜかというと、R1、L1 で打つと、こう、握ってもなんか違和感があって、なかなか慣れなかったんですよ。なので、結局、こっちの純正コントローラーにフリークつけて、モンハン持ちっていう状態でずっとやってました。でも今回のこのインパクトは、2、3日でしっくりきたんで、
R1、L1 うちでもしっくりきて、2、3日で慣れることができました。なので、かなりおすすめだと思います。で、実際、このインパクトね、インフィニティ 4PS Pro よりちょっと安いんですね。安いって言っても高いんですけども、少し安いです。で、パドルのクリック感もいいですし、いろいろ設定も変えて試せるので、これからもしスカーフを買いたいっていう方がいたら、スカーフインパクトの方が自分はいいと思います。なので自分はこっちよりこっちがおすすめだと思います。あとね、スカーフインパクト実はこれパドル外しちゃうんですけど、たまに。で、モンハン持ちちょっとやりたいなって時にこうやってモンハン持ちで使っても、実は純正のやつよりもかなりやりやすいです。なんかね、やっぱここのグリップの形がいいんですかね。すごい安定してしっかりとモンハン持ちができるようになってます。別にパドルいらないやっていう方でも、こういうショートストロークになってるし、スティックもいいものなので、モンハン持ちの方でもインパクトはありなんじゃないかなと思います。最後になるんですけれども、こちらのチャンネル私自身結構ゲーム周辺機器とか結構好きで、そういうのの紹介とかレビューとかやっていきたいと思ってます。今回の動画はこれで終わるんですが、もし動画を見てコメントとか質問とか疑問とか、何でもコメント欄に書き込んでください。もし視聴者の中にも答えられる方がいましたら、ぜひ答えてあげてお互い助け合っていきましょう。あとは、そうですね、私自身も答えられる範囲内で答えるように努力しますので、よろしくお願いします。次回の動画なんですが、こちらのスカッフインパクトですね、あと、インフィニティ 4PS Pro、で、こっちの純正のモンハン持ちなど、デスティニーの手元動画とかをやっていこうかなと思ってます。なので、もし興味がある方は、ぜひチャンネル登録していってください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。